Hello， 大家，雾蓝色的雨后晴天第3集。经过上一集，我们现在更知道了九慈究竟是一个什么样的人，他在辞职之后究竟发生了些什么事情，以及爸爸这个角色究竟在他的生命里有着什么样的影响。接下来就让我们继续来看看九慈和无期还会有什么样的有趣故事。相変わらず好きだね。そうでもないでしょ。お父さんも好きだったよね。本と映画ね。懐かしい。昔の家にもさ、たくさんあったじゃん。本もビデオも。这一集要来展开无期跟爸爸的关系，无期的背景故事了吗？作太郎は小さかったからいい思い出ばかりだろうけど、哎呀，お父さんのその趣味のおかげでお母さん結構大変だったんだよ。お父さんが亡くなった後、大量の本やら何やらの処分もすごい大変でさ、ギャンブルとかお酒とかと違うけど純粋っていうか大人になれないっていうか困った人でもあったんだよ。话说我后来去查了，原来这个是无期的侄子啦。我到底在想什么？那个时候听他叫无期的那个称呼，我还以为他是哥哥。我在想什么？大人としての父親の姿。どうしたどうした？玉木。さくちゃん。为什么？你为什么要来这里？而且还是在没通知无期的情况下过来的。心配になって最近お前をつけてたらしい。だってさくちゃん最近すごく疲れてるみたいだし、夜も遅くまで部屋にこもってなんかしてるし、たまに帰っても来ないし。无期是什么小孩吗？还需要你担心？俺はこいつからお前が考えるようなひどい仕打ちは受けてないから。まあこき使われてるかもだけど。あのな。で他に言いたいことは？おいっ子くん。啊，对了，是应该是外甥才对。そんなこと言って。うまいだろ。要征服外甥的心，先征服外甥的胃。こいつは性格は嫌味だけど作る料理はうまい。俺にも一口。あ、仲いいんだな。俺はさくちゃんを世界一尊敬してるんだ。さくちゃんはな、居然すっげえんだ。子供の頃からいっつも成績1位で。但是你这个舅舅现在搞到要记住你们家哎。今はちょっと休んでるけど、マイペースなさくちゃんマジかっけえって思うし。ほら玉木、そろそろ学校行きなね。恥ずかしい。やっべ。これ弁当。这么好。また来いよ玉木。お前ら怖いくらい似てるな。鞋子都没摆好。よく言われる。自分が思ってる自分と外から見た自分ってあんなにも違うもんなんだな。なんで MR やめたんだ？疲れちゃったんだよ。お前が辞めて2、3年ぐらいの時かな。だんだん成績が落ち始めて、周りも結婚だとか転職だって言い始めるし、自分だけちっとも進んでる気がしなくてさ。没有什么特别戏剧性的悲剧发生，可是就是觉得自己的人生被困住了。もういい。もういいから。嗯，怎么哭成这样？所以其实实际状况比他所描述的还要更糟吗？何かあったわけでもないのに、少しずつ降り積もった何かにいつの間にか押しつぶされそうになってるの。永遠に走り続けることなんかできないもんな。そろそろ仕事するか。もそれはサボりか、それとも玉木が尊敬しているマイペースか。うからかうね。你们两个讲话就是要这样针锋相对。なんていうか玉木の気持ちわかるんだよ。俺もお前のことすげえって思ってたから。居然吗？ご褒美ランチ最高かよ。你们连去吃东西也都是找这种书店餐厅。一仕事終わっても本に囲まれてるってわけね、静香ちゃんは。エルマーの冒険、懐かしい。俺も読んでたなそれ。じゃあさ、レックスの大冒険って知ってる？メジャーなのは一通り読んできたけど記憶にないな。
父親がよく読み聞かせてくれた本でさ。所以你没看过，只是听爸爸读过，搞不好是你爸爸编的嘞。なんだろう。え？お母さんが？所以妈妈还在，但是爸爸在57小时候就过世了啊。ごめんね来てもらっちゃって。ただの捻挫だって。そっか。でもなんで家の中ですっ転んだの？断捨離しようと思って。啊，誰か一緒なの？让九慈进来吧，久慈。上来看看丈母娘。はじめまして。作太郎がお世話になって。あ、今お茶入れますから。哎呦，お構いなく。頼むからしばらくゆっくり休んで。属于老人家的那种淳朴跟坚持哦。哦，这个杯子甚至还有一些茶垢没洗干净吗？妈妈老了是不是啊？なんでこんなとこで？家の中じゃ悪いだろ。律儀だね。你们谢谢九慈，他这样子载你过来，就怕你留下遗憾。俺は今日泊まってくよ。いつまでも元気だと思ってたけど、当たり前に年取るんだよな。九慈很知道这一点，毕竟他照顾了爸爸好多年。だけど俺はここ数年自分のことばっかりで。キッチンのライト少し暗かったから明日変えよ哇，好细心哦。でも明日って？玄関とあとお母さんが必要だと思うところに感知ライトと。九慈现在是有点把自己对爸爸的遗憾投射到吴七身上，不希望他也跟他妈妈留下遗憾吧。キスしてやろうか。他想安抚你的不安嘛。俺のこと好きなくせに。は？え？俺はもう戻るからな。烦欸。想了一想，我也不想给自己留下遗憾。年纪大了，就是不需要别扭这些了哈，想亲就亲，不需要害羞。小学校からの成績表、アルバムもある。哇，妈妈从年轻的时候就做了那么多断舍离，但依旧保留着这些哈。她的家里，她的心里，永远留一块给儿子。小さな戦士。これだ、レックスの大冒険。絶対にこの本だ。タイトルは覚えてるのと違うけど。主人公の名前はアレクサンダー。お父さんは訳して読み聞かせてくれてたんだ。啊，レックスの好物はホットケーキでさ、俺と一緒だってすごく嬉しくなって。あれ？レックスの好物メレンゲになってる。这个情节也是爸爸为了要让他开心编出来的。子供向けに分かりやすく変えてたってことか。というよりも作太郎に向けて訳してくれてたんだな。あの頃のお父さんと今同じ言葉をたどってる。この箱全部持ってくか？いや、居候の身だしこれだけでいい。何から何まで本当にありがとうございました。いえ、お大事になさってください。ねえ作太郎、あた、あんただって忙しいんでしょ。俺に言いたいこと、聞きたいこと、喉まで出かかって飲み込んだ顔、もう何千回も見たな。他是想问他跟九次的关系吧，但是又问不出口。真好哎，去到这么漂亮的地方约会。翻訳の仕事は楽しそうだと思ってるよ。大学の時も翻訳の授業があって、その時に留学経験のある先輩から「センスいいね」って言われたの。
センスは。なんだなんだ怪物かしびれ子だけにシッピーか你这个天分应该要写绘本啊！ないな全然。マジで久慈と再会してから自分の時間が動き始めてる気がする。我相信你妈妈应该有感受到了你跟当时在挫折里的样子截然不同了，所以她很想问问你跟九次的关系，是不是九次改变了你？悪い。お前んちだけでよかったのに。今夜は帰りたくない。哎，你们要在车上直接来吗？嫌だった。嫌じゃないよ。没错，成年人就是要这样生猛的来。这一集着重在乌七的故事，乌七跟爸爸的关系，跟妈妈的关系。爸爸很喜欢书本跟电影，很喜欢故事，也喜欢讲故事给乌七听。所以我想，乌七对于翻译、对于故事的启蒙，大概就是这样来的吧。只是呢，这个兴趣终究是给家人带来了一些困扰。其实这一点，乌七也有在冥冥之中遗传到一点坏习惯，就像是他这一集里面所说的，他因为这些年来都顾着在自己的低潮里，其实没有注意到妈妈正在逐渐变老。虽然像姐姐说的啦，他们的习惯是没有像赌博那种糟糕的事情发生，但是终归是给家人带来了一些不太好的影响。所幸妈妈现在还在，一切都还来得及。九次也不希望乌七留下遗憾，所以趁着现在工作的空档，陪着她好好的陪伴妈妈，陪着她在老家做断舍离，也把老家的一些问题给修缮了。我相信在这件事情过后，乌七应该会常常回老家看妈妈，也会更珍惜那些关心她的家人，包括外甥啊。出门很久没回家，也是得跟家人报备一声的，不要让那个那么小的外甥都还要担心你哈。也希望呢，下一次九次在出现在乌七的家人面前的时候，他们可以光明正大的介绍九次是乌七的男朋友。这个可没有那么简单的啊！要促成这件事情的发生，要跨过很多的门槛。首先呢，九次得赶紧承认自己喜欢乌七，然后两个人得在一起，还得跨过出柜的门槛，还要在这之前就已经先默默的开始试探，看看家人能不能接受这件事情。当然这一步有点太理想了啦，没做到这一步也没有关系，九次赶紧承认自己喜欢乌七，我就很满足了。行，这一集就看到这边，下次见，拜拜。